んにちは、お手紙ヤギです。まず映像を見ていただきましたが、楽しみにしていた東京ヤンクロールがついに始まりまして、早速いくつかのお店を回ってきたので、その第一弾としてお店の訪問した時の様子をお届けしようと思っています。今回お邪魔したお店が全部店内の撮影 OK だったので、それぞれお店がどんな感じか映像でしっかり伝わるといいなと思って結構頑張って動画を撮ってきましたので、まだ行ったことないけど気になっている毛糸屋さんがあったらぜひ確認していってください。それでは始めましょう。はい、ということでいきなり皆さんご存知の体で始めちゃったんですけど、東京ヤンクロールって何だろうって思ってる方ももちろんいらっしゃると思います。なので少しだけ概要をご紹介しておこうと思います。以前にこちらの動画でもご紹介しているので、よかったら合わせてご覧ください。さて、東京ヤンクロールですが、毎年この時期11月の数週間をかけて開催されている東京の毛糸屋さんを巡るはしごショッピングのイベントです。今年は11月の11日から26日までの間開催されています。この期間にお店に行ってお買い物を楽しんだり、スタンプラリーがあるんですけど、各店舗でスタンプを集めてプレゼントがもらえる抽選に応募できたり、またオリジナルパターンのカルも開催されているので、そちらに参加して抽選に応募することもできます。こういった内容のイベントになっています。参加するお店の数は今年は13店舗あって、全部ダーッと名前だけご紹介すると、アトリエヤーン、編み物スピン、アブリル、糸と針、糸リコ、オンネリネン、沢田糸、チャッピーヤーン、鉄麦糸の森、パピー下北沢、ムーリット、60、ウォルナット東京っていうこの13店舗なんですが、そのうちのアトリエヤーンとチャッピーヤーンと鉄麦糸の森と60の4つは、ヤーンクロールの期間だけのポップアップ店舗になっています。また普段からあるお店でも、不定期営業であったり、普段は予約しないといけないっていうお店があったりするので、この時期はそんなレアなお店にも行きやすい期間っていう感じなんだと思います。で、私は今回初めてこのイベントに参加するにあたって、お店13店舗もあるので、どんな風に回るか、あと何を買おうかなっていう計画を少し立ててみました。一応全店舗制覇を目指してるんですけど、自宅から都内まではそこそこ距離があって、そんなに気軽に出向いていけないっていうことがあるので、なので数日に分けて4、5店舗ずつ回ってみようかなっていう計画を立てました。お店があるエリアを大きく3つに分けると、1つは東京の、東側浅草橋近辺になりますね。そして2つ目は、真ん中ら辺の、青山近辺。そして3つ目のエリアは、渋谷から西側のあたりっていうこの3つのエリアにちょうど 4,5 店舗ずつ散らばっている感じなので、3回くらいに日を分けてそれぞれのエリアのお店に絞って回ってみようと思っています。で、はしごショッピングってことなんですけど、毛糸屋さんなので本当なら毛糸をメインにお買い物するところなんですけど、私この夏に工業誌のセールに行ったりなんかして、今自宅に毛糸の在庫が結構飽和状態なので、今回は少し毛糸は控えめにして、道具関係とか、あとお店のオリジナルのグッズがあればそこら辺を中心に見ていきたいなと思っています。はい、ということで先日開催初日の11月11日の土曜日に、まずは渋谷近辺のエリアにあるお店を4つ巡ってきました。お邪魔したのはムーリットと糸と針と編み物スピンと
パピー下北沢、この4つのお店に行ってきました。位置関係をざっくり説明すると、ムーリットさんが一番西側にあって、でそこから渋谷方面に向かって、糸と針で、パピー下北沢、編み物スピンっていう感じに散らばっています。でムーリットさんが一番お店の開く時間が早かったので、ムーリットさんからスタートして、そこからアクセスしやすい順番に糸と針、編み物スピン、パピー下北沢という順番で回ってきました。はい、ということで、まず最初に訪れたムーリットさんなんですが、東急田園都市線二子玉川駅から歩いて数分のところにあります。二子玉川は割と最近再開発された街なので、比較的新しい商業施設とかマンションとかが多くあって、ハイソでおしゃれな街っていう感じなんですね。そんな二子玉川に柳小路っていうエリアがあるんですけど、通称高島屋裏って呼ばれていて、まさに高島屋二子玉川店のちょうど裏手あたりのエリアなのでそう呼ばれてるんですけど、そこら辺に雰囲気のいいおしゃれなお店が点在してまして、ムーリットさんのお店もその一角にあります。2018年にオープンしたそうなんですが、それ以前は丸の内にお店があったそうで、その時代からトータルすると、できてからおよそ10年くらいになるそうです。今のお店があるビルの1階にはリネンバードっていう生地屋さんがありまして、ムーリットさんはそのリネンバードの姉妹店ということです。で、そのビルの地下1階にお店があるんですが、外階段を降りてって店に入るんですけど、階段に面しているところが全部ガラス張りなので、地下って言っても光が入る明るい店内になっています。そしてお店の奥には大きなテーブルが設置してあって、おそらくここでワークショップなんかが行われているのかなと思いました。毛糸の品揃えはローワンのものがたくさん置いてありました。その他にも海外のあまり見かけないような毛糸がいろいろあって、見ているだけでも楽しいです。そして道具類も結構ローワンのものが揃っていて、あとはシークニットとかプリムの道具も置いてあったりしました。他にもオリジナルのパターンブックとかキットとかグッズなんかもありました。店内のディスプレイはアンティークの編み物道具なんかがおしゃれに飾られていて、とても素敵な空間になっています。で、いろいろ物色してたくさん欲しいものが見つかったんですけど、厳選して購入してきたのがこちらになります。まず一つ目が、編み物好きさんの間では有名なこの、ちょっと開けましょうか。このニット専用の洗濯洗剤のユーカランです。これです。これが香りが4種類あって、ムーリットさんの店頭にはその時は、ユーカリとジャスミンとラベンダーとグレープフルーツの4種類があって、それぞれ大きいボトルと私が購入したこのサイズ、この小さいサイズも置いてあったんですけど、私ジャスミンもラベンダーも好きな香りなのですごい迷ったんですけど、結構ユーカリを愛用している方をよく見かける気がしたので、今回はユーカリにしてみました。多分違う香りも試したくなると思ったので、今回は使い切れるように小さいサイズをチョイスしました。そして2つ目の購入品は、品揃えが豊富にあったローワンの製品の中から、この輪針を購入してみました。このローワンの輪針は
こんな感じなんですけど、去年の糸間でどこかのお店に置いてあるのを見て初めて知ったんですけど、この落ち着いたカラーがいいなって思って、その時は買うかどうかすごい悩んで結局やめたんですけど、その後も結構断るごとに思い出して、やっぱり買っておけばよかったなって思ってたので、今回また出会えて晴れてお迎えすることにしました。私の金銭感覚からしたらちょっと高価な針なんですけど、こちらバーチウッドっていう素材でできた針で、初めて使う素材なので、使い心地はまたいずれご紹介できたらなと思っています。ちなみにこの針の号数が見えるかな、 3.5 ミリの針を購入しました。なぜこのサイズかというと、この夏たくさん編んだプチニットのソフィースカーフでこの号数の針を使いまして、今また冬糸で違うのを編んでるんですけど、この先もまたリピートしそうな気がするので、ソフィースカーフ専用のつもりで購入してみました。はい、そして購入品の3点目はこちら、玉付き棒針なんですけど、この見えるかな、玉のところがなんか猫みたいなゆるかわの顔になっているタイプの棒針なんですけど、こちらもまた私なりのストーリーがありまして、これポニーニードルっていうメーカーの針なんですけど、なんか以前ポニーニードル製のこれではなくて別の透明アクリルでできた棒針で、この棒のところにこう目盛りが印字されていて、メジャーとして使うことができるっていうものがありまして、それが一時期すっごい欲しくて探してた時があったんですよ。で、日本で売ってなかったので海外で取り寄せられるサイトを探したんですけど、結局安心できるサイトが見つけられなくて断念したっていうことがありまして、その購入先を探している過程でこのゆるかわな棒針もその存在を知ったっていう経緯なんですけど、こちらもまた偶然出会えたのでお迎えしてみることにしました。このね、赤い顔に黄色い棒のタイプと、黄色い顔にオレンジ色の針のタイプと、あともう一種類青系の色のものもあったんですけど、そこから好きなのを2本選んで440円っていうプチプラだったので、使うかどうかはともかくとして、インテリアとしても可愛く置いておけるかなと思って購入してみました。はい、そして最後の4つ目の購入品がこちらです。このパターンブックなんですけど、こちらはムーリットさんのオリジナルのパターン集になります。このね、表紙からすでに可愛いんですけど、この本にはですね、6つもパターンが収録されていて、ベストとスカーフとアランバックとモックタートルっていうタートルネック状のなんかこう襟元だけみたいなかぶるタイプの首元を温めるやつと、あとセーターと帽子っていう6つのパターンが収録されていて、それで1100円っていう結構お手頃な値段だったので、こちらは迷わず購入しました。それでこの中に載ってたスカーフのパターンが可愛いなって思って、なんなら指定糸も買っちゃう勢いになりかけたんですけど、そこはぐっと我慢して本だけの購入にとどめました。
その指定糸がフェリッツっていう糸なんですけどね、モダールっていうユーカリ由来の素材を使っている糸ってことで、これがすっごい肌触りが良くてね、なんかもちっとしてるんですよ。でその手触りを確かめてすっごい欲しくなったんですけど、すっごい我慢しました。ちなみにヤンクロールの期間だけのおまけということで、レジでこちらのアメちゃんをいただきました。こんなかわいいね、アメちゃんまでおしゃれなムーリットさんでした。ちなみに姉妹店という関係性の1階のリネンバードさんも素敵な雰囲気だったので、ついでにお邪魔してみました。そしてね、そこでもこの可愛いボタンを発見してしまい、こちらを購入してきました。こんな感じなんですけど、見えるかな。こんな感じのボタンなんですけど、水牛のボタンらしいんですけど、これをつけようと思っているのがこちらの編みかけ。まだね、全貌が分かりづらいんですけど、カーディガンになる予定のものです。こんな感じで、ここら辺に1個つけようって思って買いました。はい、ということで、ここまでがムーリットさんでのお買い物の様子をお伝えしたんですが、次に行く予定だった糸と針っていうお店がオープンの時間までちょっと待つことになったので、高島屋裏のエリアをちょっと散策してみました。実はこの辺りは以前職場が近かったので、その頃はよく寄り道したりして個人的に馴染みがある街なんですけど、その頃よく立ち寄ってたお気に入りの家具屋さんを久しぶりに訪ねてみたり、他にも新たにおしゃれなお店がいろいろできてました。はい、そして次にお邪魔した糸と針っていうお店は、東急世田谷線の松陰神社前駅から歩いて数分のところにあります。こちらが13時オープンで時間に余裕があったので、今回私は世田谷線は使わずに田園都市線の駒沢大学駅から 1.2 キロほどの距離を散歩がてらテクテク歩いて移動してみました。世田谷線が通ってるあたりは閑静な住宅街で、世田谷線の電車も1両編成の路面電車みたいな感じなので、風情のある街並みになっています。散歩がてら通ってきた松陰神社通りは小さいながら活気のある商店街で、おしゃれなお店もたくさんあってすごい賑わってました。そこで手編みのミトンを売ってる雑貨屋さんなんかもありました。ということで、のんびり歩いてお店に到着しました。世田谷線の線路沿いにあるプラットっていう木造アパートみたいな雰囲気だけど、いろんなショップが入っている建物っていうのがあって、その一区画に糸と針もあります。こちらのお店は皆さんご存知の編み物作家さんの斉千佳さんアトリエを兼ねたショップなんだそうです。なので斉千佳さんご本人もいらっしゃって、素敵な作品をたくさん生み出している作家さんなんですが、ご本人もまた素敵な雰囲気の方で、気さくにお話をしてくださいました。で、お店は不定期で営業してるっていうことなので、もし行く予定がある方はインスタグラムで営業日をチェックしてから行かれるといいと思います。お店の中はですね、こじんまりしてて隠れ家的な雰囲気でした。そして置いてる商品はイサガーとかロピーの毛糸とか、あと道具も少しあったりするんですけど、
おそらく斉千佳さんが厳選したであろうものを置いているという品揃えでしたね。あとはお仕事に使ってるのかなっていう感じのコーン巻きの糸とか編み物関係のいろんな蔵書とかがスペースの大半を占めてる感じでした。そしてね、旅先で収集されたのかなっていう雰囲気の細々とした可愛らしい雑貨がディスプレイされてたり、あと絵画のポストカードがさりげなくピン止めされてたりして、まさにアトリエの雰囲気が感じられる空間になっていました。開店前から待ってたお客さん数人いらっしゃったんですけど、その方々と一緒に斉千佳さんが編んだサンプルのセーターを見せていただいたりしながら楽しく時間を過ごさせていただきました。ということで購入したものがこちらです。まずこのノマドのニットっていう斉千佳さんの著書ですね。私この日今も着てるんですけど、この本に載ってる羊飼いのセーター、これです。これを着ていったんですね。そしてしっかり先生にもアピールまでしてきたんですけど、実はこれ図書館で借りてきて編んだものだったので、なんかそれはちょっと申し訳なくて言えなかったんですけど、改めてこの機会にちゃんと購入させていただきました。そしてずうずうしくもサインもお願いしまして、どこだろう、こちらに可愛くサインをしていただきました。ありがとうございました。あとね、毛糸も2つ購入したんですけど、このロピーヤーンなんですけど、これ1本だと結構ちぎれやすいらしくて、2本で引き揃えるとだいぶ編みやすくなりますよってアドバイスいただいて2つ購入してみました。でこれたくさん色味があって迷ったんですけど、この2つはよく見るといろんな色が入り混じってて、ちょっと画面じゃ伝わりづらいかな。こんな感じ。なんかじっくり見ると深みのある色合いでいいなと思ったので、こちらの2つをお迎えしました。で、この糸値札がついてなかったので、この糸おいくらですかって尋ねたら、通常は1900円くらいするものなんだけど1100円でいいよって言われて、なんか予想だにしてなかったディスカウントにってなってたら、その場にいたお客さんも全員ってなってて、その後この糸の周りに全員集合してて面白かったです。ちなみにヤンクロールで来てるお客さんは手編みのものを着用してきてる方もちらほらいて、それを密かにチェックしてたんですけど、割とイベントってこともあって話しかけやすかったので話を聞くことができたんですね。で、ある女性は手染めっぽい糸で編んだスカーフを巻いてて、聞くとそれは寺垣美希さんのポコアスカーフっていうパターンをアミリスのトレックっていう糸の手染めバージョンの色で銀河鉄道っていう色で編んでらっしゃって、すごく可愛く仕上がってておしゃれに着こなしていて素敵だなって思ったのと、あとまた違う女性は先日発売されたばかりの三國さんのまたたびニットっていう本の中からアランのセーターをモスグリーンの色の毛糸で編まれていて、こちらもすごく素敵に着こなしていて、斉千佳先生も興味津々でした。そこから話が広がってサイズ調整の話とかできたり、すごく心に残る出来事になりました。ちなみにそのアランのセーターの方とは最後の4店舗目でまた再会して、また会いましたねなんて挨拶したりっていうこともありました。糸と針でお買い物した後は少し休憩したくなったので、同じ建物の中にあったカフェでちょっとお茶しながら
持ってきた編みかけを編んだりして、少しゆっくり休憩を取りました。はい、そしてこの日の3店舗目は編み物スピンというお店にお邪魔しました。こちらは京王井の頭線の新鮮駅という渋谷の一つ手前の駅が最寄りで、駅から歩いて数分のところにあります。新鮮という町は渋谷から少し外れたところにあるんですけど、閑散としてはいるものの渋谷に近いこともあって、ポツポツとおしゃれなお店が点在しています。で、少しディープな雰囲気も漂っているようなエリアです。で、サイチカさんのお店からだと世田谷線と田園都市線を乗り継いでも行けるんですけど、バスでもアクセスできるみたいだったので、私は松陰神社前駅の近くのバス停から渋谷方面駅のバスに乗って道玄坂上っていう停留所で降りてお店にたどり着きました。ちょっと脱線するんですけど、この路線のバスのダイヤがすごくて、5分おきくらいにバスが来るんですよ。しかも停留所にはあと何分でバスが来るっていう電光掲示の案内まであって、本当都会のバスって便利だなって思いながら移動しました。で、編み物スピンさんは路面店で結構広いスペースのお店です。ショーウィンドウみたいにガラス張りなので、外からでも様子がすごくよくわかるんですが、ちょうど半分に区切られていて、半分は商品の陳列スペースで、もう半分はカフェスペースで、編み物が楽しめる空間になっています。普段はここでワークショップとかやってるんだと思います。私がお邪魔した時は特にそういった催しとかなかったんですけど、普通に編み物をしに来た感じの方々がおのおの一人で作業に没頭してたり、または店員さんと楽しくおしゃべりしながら作業してたり、若い方とご年配の方が両方いて、すごくいい雰囲気でした。私は普段あまりこの辺りに立ち寄ることはないので、なかなか利用する機会がないかもしれないんですけど、よく行く場所にこういうとこがあったら絶対頻繁に行くだろうなって思いました。そしてお店で扱ってる毛糸は全部オリジナルのようです。壁一面に斜めの格子状の棚が設置してあるんですけど、そこに同じラベルのいろんな糸が整然と並んでる様子は結構圧巻でした。またオリジナルのキットやパターンもあって、たくさんの色鮮やかなサンプル品が展示してあるのを一つ一つ物色していくのもとても楽しかったです。また道具類やオリジナルのグッズなんかも少し置いてあったりしました。ということで、こちらで購入したのはこんな感じです。こんな感じです。こんな感じです。本当にユニークな糸がたくさんあって、いろいろ欲しくなっちゃったんですけど、結構ポップな色合いのものが多くて、ウェアだと自分の年齢的には似合いづらいかなって思って、小物でちょっと派手めなものを使ってアクセントにできたらいいなってことで店員さんに相談して、こちらの巾着袋が編める、これはフリーパターンなんですけど、これを作る想定でいくつか糸をチョイスしてみました。全部で3つ購入してみました。で、まずこの黄色と黒の、より合わせっぽいのはリネンがベースの夏糸みたいな糸で、この結構派手めな色合いの段染めになっている糸は多分アクリルの糸だったと思います。
そしてこれもこれは多分ナイロンだと思うんですけど、わかるかな。こんな感じでキラキラしたテクスチャーの糸になっています。巾着袋なんでサイズは成り行きでいいと思うので、こう全然太さが違う3種類なんですけど、これでそれぞれ巾着袋をこのパターンで編んでみようと思っています。そしてですね、ちなみに私は化繊の糸が多めになってるんですけど、アルパカとかいい素材を使ったものもいろいろありました。その辺もいずれ使ってみたいなって思いました。そしてもう一つの購入品はこのエコバッグです。これが編み物スピンさんのこの毛糸とかにも全部この絵になってるんですけど、ロゴなんですね。で、このロゴが初めて見た時からすごい可愛いって思ってて、なんかロゴを使ったグッズがあったらいいなって思ってたんですけど、ちょうどエコバッグがあったので即決で買いました。あとね、おまけも一つもらったんですけど、これは3000円以上お買い物するともらえるクリアファイル。これもね、ロゴになってて、なんかすごい嬉しかったです。可愛いですよね。あとね、お買い物してる最中にちょっといいなって思ったことがあって、お店に入った時、店員さんが電話で誰かとお話ししてたんですね。で、店内静かだったから別に聞くつもりはなかったんだけど、聞こえてきてなんとなく内容が分かっちゃったんですけど、なんかどうも電話口の相手は常連さんっぽくて、編み方が分かんなくて電話してきたっぽくて、店員さんがそれにすごい親切に対応してて、なんかね、サポートが手厚い様子も思いがけず知れていいなって思いました。はい、そしてこの日最後にお邪魔したのがパピー下北沢店です。このお店は店名にもある通り、京王井の頭線の下北沢駅にあります。下北沢駅西口を出て右側の階段を上がるとすぐ目の前にあります。私はちょっと方向音痴を発揮してしまって無駄に遠回りしちゃったんですけど、道を間違えなければ今回の中で一番駅から近いお店になっています。で、編み物スピンさんから移動すると同じ京王井の頭線で2駅離れてるだけなので、とっても近くてまさにはしごショッピングを味わうことができました。20代の頃よく下北沢に遊びに来てたんですけど、その頃からパピー下北沢はこの場所にありました。でもお店の中に入るのは今回が多分2回目ぐらいじゃないかな。ちょっと敷居が高く感じてたんですね。なんで若い頃はあまり縁がありませんでした。で、店内はそこまで広くはないんですが、壁3面が陳列棚になっていて、所狭しと商品が並んでいるので品揃えは結構豊富です。そしてお店の真ん中に大きなテーブルが置かれていて、お邪魔した時も何人かの方が楽しく編み替えをされていました。店員さんとお客さんとの距離感が近い感じがして、古くから常連さんが多いお店なのかなと感じました。取り扱っている毛糸はパピーオリジナルの毛糸ももちろんたくさんあるんですけど、同じくらいラングやカティアの製品が多く取り扱われていました。あと全体的にカシミヤとかヤクとか高級素材が多くて、なので価格帯もこの日回った中ではちょっと一段上な印象ではありました。ただね、それだけにやっぱり手触りとかもすごい極上なんですよ。いい素材の糸にたくさん触れられるお店です。今日すぐに買わなくてもいずれここぞっていう時に買いたいなって思える毛糸がたくさんありました。ということですっごく迷ったんですけど、厳選して購入したのがこち
ちらになります。あとパターン、着分とか買う勇気がなかったので、でも何かしら欲しいなと思って探し出したのがアームウォーマーを編めるパターンで、これはちょっと有料なのでお見せすることができないんですけど、映像にはサンプルを撮ってあるのでちょっとお見せするとこんな感じなんですけど、サンプルで実物を見て手触りとキラキラ感がすごく気に入って指定糸と一緒に購入しました。このね、チャスカっていう糸がベビーアルパカ 100% なんですね。もうこれがね、天国みたいな手触りです。なんかふわーっとしてちょっともっちりしてる感じ。それとこれとこのキラキラの、わかりますかね、スパンコールが仕込まれたラングのパイエットっていう糸をこうね、アームウォーマーここら辺まであるんですけど、この手のひらのところだけこれとこれを引き揃えてキラキラさせてるっていう感じのデザインになっています。でこれもどっちも色展開が結構あって、組み合わせすごい迷ったんですけど、サンプルは白にゴールドのスパンコールなんですけど、私は結局黒と、ゴールドの組み合わせにしてみました。これ早く編んで冬使いたいなと思っています。ちなみにパピー下北沢店では会員サービスっていうのがあって、500円で会員登録すると2年間お買い物が 10% オフになるっていうことで、私も会員登録をしてきました。今回購入したチャスカの他にもカシミヤ 100% の糸とか、もう本当に手触りが天国で、それらの毛糸をいずれ購入したいなって思ったので、それだったら会員登録した方がお得だよねと思って今回登録させてもらいました。はい、ということで今回の東京ヤンクロールはしごショッピングのイベントレポート第1弾として、渋谷近辺の4つのお店を回った様子をお届けしました。今回回ったお店はほとんどが初めましてのお店だったので、こんなにまだ知らない素敵な毛糸屋さんがあったんだっていうのを知れたのが収穫でした。また思いがけずお買い得な買い物もできたし、普段はオンラインショッピングで手触りを確認せず購入することが多いんですが、手触りを確かめながらお買い物するのも楽しかったです。あと作家さんとか、そこに偶然居合わせたお客さんとの交流っていうのもなかなかないことだと思うので、それもすごく心に残った出来事でした。なんかもうイベント終わるみたいなまとめ方になってますけど、まだ半分も終わってないので、これから第2弾、第3弾とお届けする予定なので、ぜひそちらの方もご覧になっていただけたら嬉しいです。それでは今日はここまでです。最後まで見ていただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。